こんにちは、みなすです。大阪の観光って飲食店が多すぎてどこ行けばいいか悩みませんか？そこで今回は大阪の星3.5以上の粉もんグルメを5つ紹介したいと思います。中にはミシュラン掲載のものや百名店に選ばれたお店もあるので期待していてください。また概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは道頓堀から徒歩8分のところにある福太郎本店さんで、食べログのお好み焼き百名店でもあります。この店は観光名所のグリコからかなり近いので、道頓堀の近くに行った際におすすめです。いつも行列の絶えない人気店なんですが、並ぶ際は店内に入って名前を書かないといけないので注意が必要です。うっかり書き忘れていたなんてことになると結構待つ羽目になります。ちなみに店内はこの字型のカウンター席になっています。おすすめのメニューはやっぱりお好み焼きなんですけど、ネギ焼きや鉄板料理も美味しいのでぜひいろいろ頼んでみてください。今回僕は豚玉と生中を頼みました。お好み焼きと生中めっちゃ合うのでおすすめです。福太郎さんのいいところがお好み焼きを作っているところを目の前で見れるところなんですけど、意外と他のお店だと見れなかったりするんですよね。せっかく旅行やデートで大阪に行くなら大阪の雰囲気味わいたいと思うので、福太郎さんおすすめです。余談なんですけど、意外と大阪出身の大学の友人に聞いてもおすすめのたこ焼きのお店とかお好み焼きのお店ないって言うんですよね。というのも外に食べに行くよりは家で作る方が圧倒的に多いらしいです。僕の友人だけかもしれないので違ってたらすいません。確かに僕も意外と地元の食べ物で美味しいお店って知らないなと思いました。ちなみにお好み焼きはキャベツの甘さとこってりとしたソースが合わさった美味しいお好み焼きでした。福太郎さんはこれぞ大阪っていう雰囲気を味わえると思うので、皆さんも観光の際やデートの時にぜひ行ってみてください。次に紹介するのは道頓堀から徒歩7分のところにある真中千日前店さんです。ナンバーグランド花月のすぐ横なので合わせて観光するのもいいと思います。メニューなんですけど、普通のたこ焼き8個で450円で、いろんな味が楽しめるものだと600円でした。大阪は他の県と比べると圧倒的にたこ焼きのお店が多くて、大学の近所に普通にたこ焼きのお店があったのが他の県から来た自分にはかなり衝撃的でした。わなかさんはテイクアウトももちろんできるんですけど、店内で食べることもできて、意外と席数も100席近くあるので結構広いと思います。またセルフで水が飲める点もいいところだと思います。ちなみにたこ焼きは外がカリッとしていて中はトロトロとしていてとても美味しかったです。星も3.68とたこ焼きのお店の中でもかなり高いんじゃないかと思います。ただわなかさんは他にも店舗があって、そちらのお店だと味は変わらないと思うんですけど、やっぱり本店の方が大阪の感じがあっておすすめです。皆さんもぜひ観光の際は行ってみてください。続いて紹介するのは難波駅から徒歩3分のところにある会津屋難波店さんです。グリコからも近いので観光の際に立ち寄るのもおすすめです。このお店の特徴はミシュランガイドに掲載された唯一のたこ焼き屋さんで、たこ焼き発祥のお店として G20 でも提供したことがあるそうです。たこ焼きは店頭で一つ一つ丁寧に作られているんですけど、職人さんって本当に手際がいいですよね。これぞたこ焼きっていう美味しそうな絵が撮れて個人的に満足しています。ちなみにこのお店は席数は12席と少ないんですけど、店内で食べることもできます。カウンター席もあるので一人でフラッと立ち寄る分にも入りやすいのかなと思います。また男性のお客さんだけではなくて一人で来ている女性のお客さんもいたので、男性女性問わず人気があるようです。ただ店内で食べたいなら混んでいるお昼は避けて夕方がおすすめです。メニューなんですけど、ソースのない元祖たこ焼きの他にも牛すじやこんにゃくが入った
元祖ラジオ焼きなんかもあります。生ビールとのお得なセットなんかもあって、今回僕は生ビールセットを頼みました。たこ焼きの味は外はカリカリで中はとろっとしています。ソースがないので物足りないんじゃないかと思う方もいると思うんですけど、出汁がかなり効いているので意外とソースなしでも美味しかったです。ただこのお店は皆さんが想像しているようなソースや鰹節がかかったたこ焼きとは少し違うので、大阪に何回か旅行に来たことがある人におすすめです。続いて紹介するのは新今宮から徒歩9分のところにある元祖串カツだるま新世界総本店さんです。通天閣のすぐ近くにあるので観光と合わせて行くのがいいと思います。串カツだるまさんのお店自体は大阪に支店がたくさんあってそんなに珍しくはないんですけど、ここが本店で星も一番高くなっています。何よりもこの新世界の大阪の感じがあふれる場所で食べる串カツが一番美味しいと思います。店内にはビートたけしさんが訪れた時の写真なんかも飾っていて、他の有名人のサインもたくさん飾られていました。メニューに関しては串1本からも注文できるんですけど、おすすめは土手焼きと串9本がセットになった総本店セットです。ちなみに土手焼きを知らない方のために簡単に説明すると、牛の筋肉を味噌やみりんで時間をかけて煮込んだもののことを言います。これが最初に出てくるんですけど、かなり美味しくて気に入った方はお土産でも買っていけるみたいです。またいつもだと有名な二度漬け禁止のソースの器があるんですけど、今は感染症対策のため串カツの上から直接ソースをかけるスタイルになっているみたいです。ちなみに串カツなんですけど、衣が薄くサクッとしていて中の素材がどれも新鮮で本当に美味しいです。僕は一番エビが好きなんですけど、エビが本当にもうプリプリで一度食べたらまた食べたくなるような串カツだと思います。個人的にはたこ焼きやお好み焼きよりもおすすめです。最後にもらえるだるまさんのステッカーは大阪観光の思い出に取っておくといいと思います。ぜひ皆さんも一度本場の串カツを食べにだるまさんに行ってみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは梅田の阪神百貨店の地下にある阪神名物イカ焼きです。観光の時間があまりなくて大阪名物を食べれなかったっていう方でも大阪駅からかなり近いのでサクッと食べることができます。ところでそもそもイカ焼きっていうと関東と関西でイメージするものが違ってきて、僕は今は関西に住んでるんですけど、もともとは東出身なのでイカ焼きっていうとイカの姿焼きをイメージしていました。ですが関西に住んでみるとイカ焼きはだしと小麦粉とイカを練り合わせた生地を鉄板で挟んで焼き上げた粉物のことを言います。このイカ焼きが関西ではソウルフードで、多い日だと1日になんと1万枚を売り上げる日もあるそうです。メニューに関してはシンプルなイカ焼きだけでなく、ネギが入ったものや卵が入ったものなんかもあります。今回僕はイカ焼きとビールのセットを注文しました。普段そんなにビール飲まないんですけど、大阪の粉もんグルメとビールってなんか相性いいんですよね。ちなみにイカ焼きの味なんですけど、イカの香ばしさと生地のもちもち感が合わさってとても美味しかったです。皆さんもぜひ大阪に行ったら阪神名物イカ焼きを食べてみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。気に入ったお店が見つかればいいなと思います。あと僕は普段関西のカフェ動画を中心に出しているので、興味がある人はそちらも見てください。これからもどんどんと関西のお店を紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをして応援してくれるととても嬉しいです。それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。